今回は香川県で行ってよかった場所を紹介したいと思います。よろしくお願いします。まず私はサンライズ瀬戸を使って高松まで行きました。朝7時半くらいに高松駅に到着します。高松駅に着いた時はお腹ペッコペコで、朝7時からやっているうどん屋さんに駆け込みました。一日がうどんから始まるというのが香川っぽいです。営業しているお店をもう一つ見つけました。うどん屋さんの店先でテカテカランプがついているのが営業中という意味です。朝からうどんはしごしてしまいました。レンタカー屋が8時営業なので、はしごすると時間がちょうどいいです。食べ過ぎということで、最後までぜひよろしくお願いします。まず私が行ったのは観音寺市にある天空の鳥居です。綺麗な景色で有名なこの天空の鳥居、香川県でいうと西のあたりの観音寺市の山の上にあります。で、高谷神社というところに向かうんですけど、道中車すれ違いが難しいほどとても狭い道を上がっていきます。私は平日に行ったのでレンタカーで行けましたが、土日祝日に関してはシャトルバスでないと通れないようですので気をつけてください。シャトルバスに関する詳しいことは観音寺市のホームページに記載されています。山の上の駐車場に着いたら、そこから少し歩いてさらに山を登ります。この山登り、結構斜面がきついです。上から見るとこんな感じ。よくここ歩いてきたなって思うぐらいの斜面となっています。高谷神社の本宮に到着しました。山の上にあり、とても素敵な神社です。で、この神社の逆側を向くと天空の鳥居があります。私が行った時は残念ながらもやがかかっていて、遠くまで見渡すことができませんでした。鳥居を見て神社にお参りしたら下山します。駐車場から山の上までの道の道中に仁王方面を見られる場所があります。木の間をかいくぐって大きい石の上に立って見下ろします。とても綺麗な場所です。これももやがかかってなければすごく良かったなって思います。休憩できるテーブルがあるので、綺麗な景色を見ながらお紅茶をいただきたいものです。次に紹介するのは銭形砂絵です。天空の鳥居から近いのでセットで行きやすい場所です。車だと20分くらいです。この砂絵は領主歓迎のために一夜のうちに作り上げたと伝えられています。それから長く保存されているようです。琴引山山頂の展望台まで車で行くことができます。他にもシャトルバスで行くことができます。なぜ砂の漢字にハートが使われているのでしょうか、わかりませんでした。観音寺市のホームページによると、観音寺市といえば銭形砂絵寛永通宝と言われるほど市内で一番人気がある観光スポットのようです。展望台まで行く道中の道は狭いのですが、一方通行で上りから下りまで一つの道となっています。下りの途中には山から下ってくるときに砂絵の横に着くことができます。ただ横から見ても何が何だかさっぱりです。この銭形を見た人は健康で長生きできて金に不自由しなくなると言われています。弘法大師が観音寺の住職をしておられた頃、掘った山口の井戸があります。海岸に近いところですが、真水が湧いたようです。昭和の初めまでいろんな方々が飲料水としていました。次に紹介するのは善通寺市、善通寺です。善通寺市は中山にあり、香川県で唯一海に面していない市となっています。善通寺は弘法大師ご生誕の場所として有名であり、また和歌山県の高野山、京都府の東寺と合わせて
弘法大師三大霊場と数えられています。善通寺は西と東に分かれており、こちらは西になります。御影堂では階段巡りができます。御影堂に隣接して宝物館があり、階段巡りと弘法大師の類に使われた井戸と一緒に見ることができます。宝物館の中の展示がすごく面白かったです。他では見ることができない貴重な資料を見ることができました。商売繁盛と苔封じのろうそくを立ててきました。西は以上となります。東側へはこの廿日橋を通っていきます。昔は毎月20日のみ通行できたことから廿日橋と言われています。東側には金堂や五重塔があり、これらが重要文化財となっています。ご本尊は薬師如来で、四国88カ所の第75番の札所となっています。とても大きいクスノキがあり、何か力を感じます。この五重塔、弘法大師創建による当初のもの、それからその後の再建したものも共に消失してしまい、現在の塔は明治35年、1902年に完成したものとなります。善通寺は以上です。善通寺市の市内を歩いていきます。というのも、ここですごく気になるうどん屋さんがあるからです。この大川製麺所。とても美味しかったです。うどんでリピーターになりたいなって思ったのは、このお店が初めてでした。平日の昼間なので、街は静かでガヤガヤしてなくてとても良かったです。香川の旅行中、何回か宿を見つけました。この善通寺のマンホール、それから高松にもヤドンのマンホールがありました。また小豆島に行くフェリーにもヤドンが書かれていました。香川とヤドン、何か関係があるのでしょうか。善通寺市は以上で、ここからは修行のため山に登ります。この日のために足を鍛えてきました。私が向かったのは琴平宮です。香川県の琴平町にある象頭山の中腹にあります。JR の駅と琴電の駅があり、電車では2つの行き方があります。ただ私はレンタカーで行きましたので、琴平駅の近くにある町営の駅前東駐車場に車を止めました。平日だったので参道にある駐車場が空いていたのですが、琴平駅を見たかったということ、あと街中を少し歩きたかったというのがあり、私は少し遠くに止めました。琴平駅の中にはコンビニがあり、ここでお土産とかも買うことができます。琴平駅から参道に向かう道中に日本で一番のものがあります。これは高さ27メートルの日本一高い灯籠です。琴電琴平駅に隣接しています。1860年に完成しています。国の重要有形民族文化財に指定されています。参道は平日なんで空いています。ただ有名観光地なんでやっぱりいろんなジャンルのお店があります。表参道、少し参道とは違うようです。Google マップによると、ここ金平街道というそうです。こちらにも多ジャンルのお店があり、うどんや骨付き鶏など香川を代表する有名な食べ物からプリンがあったり、あとホテルや温泉がありました。観光案内所もあるので、立ち寄って周辺の情報を得るのもありだと思います。ここからは階段を登っていきます。本宮までは785段。その後、奥社までが583段。合計で1368段あります。あと365段目に大門があります。365段目に門があります。
この門の手前までは左右両方にお店があり、いろいろなものを見ながら階段を登ります。ただ、途中からものすごい勾配のきつい階段となります。大門に到着しました。ここからの眺めもとても綺麗です。そしてやたらと達成感があるので、ここが終着かと思いきや、本宮はまだまだ先となります。大門をくぐって鳥居に着くまでは平坦な道が続きます。ここで見たいのが金毘羅犬です。江戸時代にご主人の代わりに参拝した犬のことを言います。昔は参拝にお金も時間もすごくかかったので、代参といって本人の代わりに参拝に行く人がいました。それが人ではなく犬だったようです。金毘羅宮に行く途中にあらゆるところで馬を見ます。神馬だったり、この木彫りだったり、あと実際なんとか号っていう馬がいるタイミングもあるようです。本宮の手前には朝日の社があり、重要文化財です。ここまで来るとゴールは目前です。朝日の社は金毘羅大権現と呼ばれていた江戸時代、約40年の年月をかけて1845年に落成した四国最大の木造社寺建造物です。重要文化財の本宮に到着しました。785段はなかなかきつかったです。ここは全国にある金毘羅神社の総本宮になります。景色もとても綺麗でした。若干膝が痛かったので、奥社に行くことは諦め、ここで下山します。朝日の社では、溜まった亀の水に1円を浮かせるようなことを皆さんやっていたので、私もやってみましたが、見事に失敗しました。あとは木の棒を持って上がっている方がいらっしゃいます。これ参道で1本100円でレンタルできるようです。結構きついんで、一気に登らずにゆっくり登った方がいいと思いました。香川と言ったら瀬戸大橋、岡山と言ったら瀬戸大橋。この瀬戸大橋をすごく綺麗に見られる山があります。私が行ったのは丸亀市の青野山の山頂にある展望台です。展望台近くの駐車場までは車で登ることができます。駐車場からはさらに歩いて登ると大きく公園になっており、古墳もあります。少しもやがかかっていて、岡山側を見ることはできませんでしたが、とても素敵な景色だと思いました。地元の方に伺ったのですが、夜に行くと夜景がものすごく綺麗に見えるようです。そして私はこの時のために昔使ってたニコンの望遠レンズを今の富士フィルムのカメラにつけるためにマウントアダプター購入しました。ただ残念ながらもやが出ていたので遠くがあまり綺麗に映すことができませんでした。これは再挑戦したいです。あとここの駐車場からは讃岐富士で有名な飯野山を見ることができます。登ることもできるそうですがかなりの傾斜ですね。それと小豆島に行きました。ギネスに載った世界一狭い海峡とか自然とかオリーブ、とても楽しかったです。次に紹介するのは栗林公園です。これ、場所は高松市にあります。栗林です。栗林ではありません。で、私は朝6時からやってるうどん屋さんでうどんを食べた後、朝の散歩で栗林公園訪れましたが、朝行って大正解でした。すごく綺麗な景色を見ながら散歩、運動をすることができました。日本には偕楽園、兼六園、後楽園っていう三大名園がありますが、多分それと肩を並べれるぐらい綺麗です。私はおすすめのように書かれていた徒歩1時間で回れる南手回遊コース歩きました。ただ実際は40分ぐらいで歩き切ったと思います。私みたいに
綺麗な景色で朝散歩したい方は朝がおすすめです。ただ、船乗ったり、お茶したりといったのは営業時間がもうちょっと遅い時間からになるので、時間に気をつけて行ってみてください。こういった清々しい場所で気持ちのいい一日を始められるの最高です。また、ミシュラングリーンガイドジャポンではわざわざ旅行する価値がある場所を意味する最高評価の三つ星を獲得しているようです。うどんと骨付き鳥を食べ過ぎてミシュランマンのようになった私もそう思います。こんなに素敵な場所なのにアクセスも良好です。JR だったら栗林公園北口駅、ことでんだったら栗林公園駅があります。また私の場合は高松駅と栗林公園のちょうど真ん中ぐらいのホテルだったので、栗林公園まで歩いて行きました。売店もあるし、お茶屋さんもあるし、その気によっては1日過ごせる場所かもしれません。入園料も410円とかなりリーズナブルです。北側には群王地と呼ばれるカモが生息している池があります。この池、カモ場が現存する場所は日本でも数少ないので見る価値が大きいです。次は高松城の跡です。ここは高松駅からとても近い場所にあるので、駅で電車を待つ時間でふらっと寄ることができます。なので私の滞在時間も多分20分割ってたと思います。ただ20分で楽しめるぐらいぎゅっと面白みが凝縮された場所ということでもあります。多分私みたいな人もいるので、駅にもロッカーありますが、ここにもロッカーがあります。ロッカーに荷物を入れて回ることができます。高松城は1590年に完成した城です。豊臣秀吉の四国制圧の後に、讃岐一国の領主となった生駒近政によって港町に築かれました。今となってはものすごい町の中にあります。ことでんの駅のホームも見えます。そしてこのお城からの眺めは町を上から見下ろすことはできませんが、瀬戸内海の島を楽しむことができます。高松城は水運を抑えるために海に直面して築かれ、海水を掘り用い、その一部に船入れや船着き場を設置または兼用している城である海城です。そしてこの高松城は日本三大海城の一つに数えられています。お庭も綺麗で歩いていて楽しくなります。とても入場料が200円とは思えないほど充実した店内を楽しむことができます。そしてこの月見櫓、時間によっては内部が公開されているようです。私は電車の時間があったので見ることができませんでしたが、これが見れなかったとしてもとても充実した場所だと思います。そして見ることができたらラッキーだと思います。そしてここは海城なので、お堀の水が海水なんです。なので、いる魚も鯉ではなくてタイやスズキになっているようです。私は対岸成就としてタイの餌やり体験してみました。タイの餌やりができるところって日本でも珍しいのではないでしょうか。私は初めて聞きました。駅でぼーっと時間を過ごすことやお土産を買うのもありだと思いますが、私はここに来て時間を潰す方が好きかもしれません。高松城跡は以上です。で、この高松駅の前なんですけど、結構栄えてます。ビルも高いですし、イベントも行っていました。高松を含めて香川県はとても見どころが多いです。私が来たのは丸亀市。丸亀市は中山にあり、瀬戸大橋から見ると少しだけ西に位置します。丸亀で有名と言ったら、丸亀城と骨付き鳥です。丸亀駅から丸亀城までは歩いて10分くらいの距離です。
バス待ちとかタクシー使うのもありだと思いますが、私は街の中を見たかったので歩きました。日本にある現存12天守のうちの一つです。すごく山の上にあるので小さく見えます。門から入り山を登っていくのですが、これがすごく大変な坂となっています。この坂でランニング姿の方を何人も見ました。天守に着くまでにある見どころの一つがこの石垣です。この石垣は上に行くほど急な勾配となっている扇の勾配と言われ、とても美しい勾配となっています。石垣単体では大阪城が一番高い石垣と言われていますが、4段に連なった合計の石垣の高さは日本一と言われています。その丸亀城は1602年にほぼ完成したと言われています。築城主は生駒近政であり、高松城と同じです。西讃岐を抑える市場として丸亀城を構築しました。海辺の近くで標高約66メートルの亀山に築かれた丸亀城、別名亀山城と呼ばれています。山の上からの景色は辺りを見下ろすことができます。このお城の二の丸には井戸があります。深さが約65メートルあり、日本で一番深い井戸と言われています。江戸時代の手掘りの井戸のことだと思います。あとは少し怖い言い伝えもあるようです。石垣にある通水溝を見ながら天守へ向かいます。もう天守は目の前にあります。天守ちっちゃいね。これ下から見上げてるとき遠近法でちっちゃいんだと思っていましたが、実際小さかったようです。日本に現存する12天守閣なので昔ながらが残っています。例えば勾配のきつい階段、それから様。この大筒様は外から見てもわからないように漆喰で塗り固められています。非常時には漆喰を打ち破いて大砲などを使用できるようにしています。また四隅の隅柱には添え柱が立てられていて、水平方向の歪み防止に有効な火打ち張りがかけられています。梁の上には解体修理した内容や道具などが収められています。天守から見渡す瀬戸内海、とても綺麗です。柱の表面を見ると鱗のような跡が残っています。これは丁名で加工した跡です。そして上の階に行っても相変わらず階段の勾配がすごいです。あと私はよくわからなかったのですが、床板の幅の広い板が江戸時代から、狭い板が昭和の改修の時のものだそうです。表から見てもわからないので下の階から見上げてみましたが、これもよくわからなかったです。壁の上の方を見ると膨らんでいるのがわかるでしょうか。これ太鼓壁といって漆喰を厚く塗って砲丸などが貫通しないよう防御力を高めた壁となっています。様々な知恵、知識で作られたお城、小さいけれど見応えはすごく大きいものでした。香川県見どころが多すぎてまだまだ紹介しきれていませんし、3日の旅行では足りないと分かりました。またすぐに行って楽しんでいきたいです。香川県に興味を持たれた方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。